はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月1日から5月20日頃までの星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。5月のねエネルギー解説に関しては別動画で解説している動画がありますので、そちらもよかったらご覧ください。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ストレングス、スター、エンペラー逆、ペンタクルス3の逆、ワンド3逆、ワンドエース、そしてワンド8、勢いありますね。気をつけることや対策がソードの9とソードの9逆とオラクルがじゃん、ペンタクルスエースです。これ混ぜてる時もちらっと出てきたカードですね。ペンタクルスのエース、いいですね。とっても少し星の話をさせていただきますが、5月はですね、特にね5月17日が満月になりごめんなさい新月になります。で、その前に前回の12星座共通のところで言ったんですけども、やっぱり5月の11日あたりが、結構キーになる日かなって思うんですよね。でヤギ座さんは本当に今どうぞどうぞ自分でご自身で楽しんで自己表現してねって出せば出すほどご褒美が来るよみたいな時だから、全然楽しめると思うんです。さらにこう自分の例えば健康に関してのことだったりとか日常生活の在り方が変わるって感じがあるので、とってもこれはプラスに働くと思うんですけど、その5月の11日ぐらいにどんな気づきがあるのか、おそらくご自身のおそらくですよ、今この全体を見て思うのは自分が良かれと思ってやってることにちょっとだけ自信がなかったり、本当にこれでいいかなって思っている時にですね、友達とか別の SNS でそういう情報とか誰かの言葉っていうのが入ってきてやっぱりダメなのかなって思ってみたりする。でも待ってってよく考えたらこうだよねっていうことで、自分の中の真実にその他者からの問いかけや情報によってもう一回見直して、やっぱりこうだよねっていうふうに再確認するっていう感じがします。でこれとってもいいことで、本当に流れに乗っていけますから、ぜひ楽しんでほしいなって思いますね。いいですよ、とってもね。で特に5月の19日以降っていうのはまたね、パートナー運も今もパートナー運ありますけど、より一層優しくなれたりとか人との関わりも楽しくなりますから、本当に今いい時なんでね、自信を持って堂々と楽しんでほしいなって思います。伝えていってほしいなと思います。でカードで見てもやっぱり入り口がストレングスなので、本当に今不可能を可能にしてる最中ですっていう感じがしますね。とっても楽しくないですか、こういうのって。昔はできなかったことを今の自分はできているとかね、例えば人前で歌えなかったけど今は人前で歌うことができるとかもそうだし、ブログを書くとかSNS 発信とかもできなかったけど今はやっているとか、そういう本当に少し過去の昔はできなかったことが今はできるようになっているっていうことがあるんじゃないでしょうか。ぜひそこをたくさん見つけて自分をたっぷりと褒めてあげてくださいね。この力が要するにこれから先もどんどん生かされるって感じがするんです。今はできるかどうか分かんないとかいろいろ不安があったとしても、過去の自分を見た時に昔できなかったことこんなに今できてるじゃないっていうこと、この感覚がこれから先だって、じゃあできるかもしれない、3年後から見た今の自分ってよくやったって言えるかもしれないみたいな感じで、とてもクリエイティブ、要するに想像していく、現実を作っていくっていうエネルギーが今とても強いので、本当にそこはね自信を持ってやっていってほしいなと思います。そしてそうね、強いてあげればですけど、別に障害も何もないんですけど、自分の望む理想像っていうものをあんまり高くしないようでおこうみたいな感じで、ちょっと少し自分を制限しながら頑張ってるのかなって感じがします。なんていうのかな、変に世の中に合わせた程度の夢を描くとかは全然必要ないんですけど、例えば豪邸みたいなねところに住んでどうのこうのとかって、豪邸に住んで何がいいのかって、例えばそれを
他者に自慢できるとか、そういうのはまあ置いといて違うとして、本当に自分が心地いい家に住むとか、心地いい空間で自分が過ごしたいっていうのをそれは願っても全然いいし、例えばもっとこう自分のこと好きになりたいとかっていうのも願ってもいいし、なので自分の素直な感覚に沿っている願いであれば、誰に何も文句言われる必要もないし、恥ずかしがる必要もないので、もう本当に自分の好きなだけ願いをこうなりたいな、これがワクワクするなみたいなことを全然願ってくださいっていう感じです。他者にどう思われるかっていう基準は一切なくしたとしてね。でそこさえもなんか別に誰に見られてるわけでもないのに、ちょっと自分の中でブレーキをかけてるのかなと思ったんです。なので全然いいですよって、自分のこともっと許してくださいねっていう感じですかね。さっき言ったクリエイティブな現実を作っていく力があるって言ったのは、自分に許可を出していくっていうのもすごく大事なんですね。だってみんなだってすごい力があるのに、やっぱりいやそんなことダメでしょとか、そんなんできないでしょっていう自分でブレーキかけたり抑えてることによって現実化しないことってたくさんあるけど、本当に頭のネジ外れたんですかっていうぐらい自由にやってるとうまくいくっていうことだって多々あるように、なんかそういう自分にブレーキかけずにいいんだよって、もっともっと自分に心地いいものを感じていいよっていうメッセージですね。そしてこれまでは柳田さんはやっぱりきちんと義務を果たして何かを成し遂げるっていうやり方でうまくいってきたから、そのやり方でやるとしたら、自分がすごく高い目標を掲げてしまったらものすごく大変かもしれないみたいな思いがあるかもしれないんですけど、それはもうこれまでのやり方であって、これまではそれでうまくいった。でもここからはもう今の流れの波動が違うみたいな感覚で、なんていうかな、ちょっと名前忘れましたけど、風に乗って飛んでいってるって感じでしょうかね。でシューってつこうと思ったらまた風が飛んで、舞い上がり、また降り地をなったとまた飛んでっていうような、そういった流れの中にいるよって感じがあるんです。でこのちょっと下に下がるっていうか、着地しようとするっていうのが、誰かの声だったりとか、SNS から流れてくる情報だったりとか、そういうのでちょっとって思ったりする。なんか自分が例えばですけど、なんか投稿したりした後にもっといい投稿を見ちゃったら、私が出したやつって何だったのかなみたいな感じで思ったりするかもしれないけど、全く気にしないでください。全く他者に表現されるためにやってるわけじゃなく、自分の中にあるものを出してるだけで本当にもうバッチリ OK っていう感じで思っててくださいね。なんとなく三々ってすごく広がるエネルギーなんですけど、ちょっと私から見ると逆位置もあって、他者のことを気にしてるかなって思ったんです。でも実際は全然気にしなくていいし、むしろそのエネルギーっていうのはちゃんと流れていきますよっていうふうに言われてるんですね。これはビジネスの商船がね、ちゃんと運行してるよみたいな感じのカードなので、いい感じにいろんなものが広がっていくと思いますよ。でそこからまた拍車がかかってっていうかね、いい感じでワンドのエース、そしてワンドの8ということで、エネルギーがもうビュンビュン飛んでいくって感じがするので、どうですかね。通常だったらちょっとね、こんだけ勢いがある時っていうのは、あえてちょっと抑えめでっていうかな、丁寧に毎日を過ごしましょうねって言いたいところなんです。ただもともと柳田さんは丁寧に物事をやってこられた方が多いと思うので、今この流れが来てたら全部完璧にやらなくてもいいし、自分で納得してなくてもいいから、思いのままにどうぞ乗っていってくださいって感じがしました。で気をつけることや対策っていうのがもう本当に分かりやすいカードが出てまして、全然心配しないでっていう感じのカードなんです。要するにまだ起きてない出来事に対して不安になったりとか、もしダメだったらどうしようっていうふうにネガティブな想像をしてしまって自分のエネルギーを低下させるみたいなことがありそうで、でもね、今の柳田さんはそれを超えられそうな感じがすごくするんですね。で怖いけどやってみる、もうここまでやったからやるしかないみたいな感じで行く、それが結果いいことになるよって感じがしました。で必ず何か形になるからって言われてる感じがしました。はい、楽しみですね。ちょっとお仕事のこと見てみますね。はい。仕事どうなんでしょうね。その天王星が双子座に入ったことによって健康面も変わる可能性もあるけど、やっぱり日常生活とか働き方っていうところも画期的になったりするので、なんていうんですか、昔だったらコロナの時期とかだったらもう
自宅勤務が当たり前になったりとか、そういうリモートがねもう普通になってきましたけど、そんな感じで何かご自身が今までやってきたやり方がもっと快適になるっていうのかな、そういう可能性はとてもあると思います。お仕事でスター出てきましたよ。またなんかいいですね。忍者、ペンタクルスのクイーンということで、やっぱ仕事運あります。もうどんな仕事でもいいです。今やってらっしゃる仕事、きっとなんかうまくいくんだと思います。ポイントはなんていうかな、ポイントは自分自身を信じるということと、あとやっぱり自分に自信を持ってほしいなと思います。私このカードすごく好きなんですね。このカードってなんか自分自身が光にすごく包まれてるみたいな感じのカードなわけですよ、これね。でそういうふうに思っててくださいっていう感じかな。仕事を通して自分が生み出そうとしてるもの、やろうとしてること、何でもそうです。別にセールスの仕事だろうと、製造の仕事だろうと、販売だろうと、全てにおいて自分がやろうとしてることに価値があるんだと、そこに意味があるんだと、それをやりたいんだっていう思いでやってくださいと。そしたら必ずまたペンタクルスというね価値をちゃんと手にできますよっていうふうに言われてます。ちょっとご自身では本当に大丈夫かなとかって思ったりする時もあるみたいですけど、でもこの忍者っていうカードもちゃんとランタンを持ってて光を持ってるんですね。自分がどう進んでいくかっていうのも分かってるっていうカードなので、お仕事としてはすごくいいです。もう今これ宣伝する時って感じですね。星で見てもそうなんですよ。クリエイティブであるとか自分を許可するっていうことイコールなんか宣伝を打つとか広告を打つとか表に出す、見せるみたいな表現するっていう時がなので、お仕事はきっとそうしたらいい流れになるんだろうなと思いました。はい、勢いありますね。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係どうなんでしょうか。戦車、バンドの5、カップの6ということで、なんていうか、仕事もそうですし、全体の流れとしてすごく勢いがあるので、関係性、パートナーシップに関しても本当にどういう関係を作りたいかっていうものが明確にある方はそれに対して向かっていけるっていう感じで出てますし、ただちょっとなんかごちゃごちゃしてる関係もあるのかなって感じがしますね。なんか単に1対1で向き合ってパートナーシップですっていうよりも、いろんなところで絡んじゃってて、なんか絡みがって感じかな。なんか例えば A さんという人と関わるのは全然 OK、 全然 OK、 楽しいしいいよねお互いにってなるのけど、 A さんと関わることイコール B さんにはこういう影響になっちゃうよねとか、なんかそういう他者の余計ななんか絡みが若干面倒くさいなって感じはあるんですけど、でももう一つやっぱりカップの6っていうカードが出ていて、これは本当につながってる人とはつながってるんですっていう感じもあり、なおかつ幼なじみとかソウルメイトみたいな本当に通じてる人との関係はとってもいいので安心してくださいっていうカードですね。なので新しくこのなんか関係性を結びますかって言った時に、確かに今木星がねこの特に6月30日までっていうのはパートナーシップのところを照らしているので、切るか結び直すかっていうところを考えさせられたりすると思うんですよね。でその時に要するに切るに切れないとか、結びたいけどなんだかちょっと他の人の目を見てとか、そういうのがちょっとあるんだなって思ったんですよね。で運勢の強い時っていうのはやっぱ強い分いいことも悪いことも強調されたりとかするので、人間関係においてはとにかく自分と本当にご縁のある人とはつながってるからっていうところで思っててもらったらいいかなと思いました。はい、そんな感じかな。なんかとてもパワフルでしたけどいかがでしたでしょうか。何か通じたよとか分かったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。じゃあちょっと最後にもう一枚ね、柳田さんの5月20日までの流れでオラクルカード1枚引いてみます。はい、これかな。どうですかこのカード。なんて豊かなんでしょう今回とってもいい感じですね。とにかく自分にとって豊かさがたくさんある時期だから、そこを惜しみなく楽しんでくださいって感じがしました。はい、ということで今回はここまでにしておきます。またすぐにお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。